はい。インターネットを使った宣伝広告に関する基本的な活用方法とその効果についての第2回目は、ネットユーザーの現状についてお話ししてみたいと思います。インターネットを使って情報を得るのは今もう当たり前のことです。特に若い世代の人たちにとってはもうそれは生活の一部と言っても過言ではないでしょう。そこで今回はインターネットを利用する、つまりネットに接続する機器の種類を見てみましょう。ネットユーザーが使用している機器は大きく分けて3つに分類されます。まずはネット活用の土台ともいえるパソコンです。次がタブレット。そして3つ目がスマートフォンです。現在はこのスマホがインターネットの代名詞とも言えるでしょう。ウェブサイト、ホームページの閲覧に使用されている機器の8割がスマートフォンと言われています。これはご存知のように利用者の圧倒的多数が若者で、最近ではパソコンを持たない、あるいはパソコンが使えない若者なども増えていて、スマホの手軽さがパソコンにとって変わったということになります。このような現状から判断して、ホームページの制作にあたっては、その対象にスマホを設定する必要があるということです。この点は今後のマーケティング戦略にも大きく関わってくる問題なのですが、パソコン、タブレット、スマホの3種類にはそれぞれの特徴やフォーマットがあって、それぞれに対して最適化した画面を表示するということが大前提になります。パソコンで見た画面がただそのまま縮小されてスマホに表示されるのではありません。ここにも重大な落とし穴があります。まず簡単なことでは、パソコンの横型画面に対してスマホは縦型です。じゃあ画面を横にすればいいじゃないかとお考えの方もいらっしゃるでしょうが、実際ご自身でお使いになってみればお分かりになると思います。選択した動画や特定の画面を見る場合はそれはそれで機能的でしょうが、検索結果を調べて情報を入手するという作業には必ずしも便利とは言えません。そうなってくると、ユーザーの用途にできるだけ利便性を与える仕様でページを作り上げていかなければなりません。スマホが主流なのはわかるけど、それじゃパソコンは使わないのかといえばそれもノーです。やはりパソコンユーザーの層もそれはそれなりに潜在的に安定したものです。逆にその画面が大きい分だけユーザーに与えるインパクト、アピールは大きくなります。そうした利点を上手に生かす工夫こそがホームページ制作の秘訣なのです。セールスポイントをぎゅっと絞り込んでユーザーにアピールする、この当たり前のことが意外にも大変な作業なのです。あれもこれも盛り込みたいと考えるのは誰も皆一緒です。まずは要点を絞り込むこと、そして優先順位をつけてみるのも一つの方法です。次にどう見せたいのか、あるいはどう見てほしいのか、これを見極めること。それがまとまれば大まかな全体像が見えてきますので、次はホームページの構成を作り上げていきます。ここでようやく大まかな設計図が出来上がるわけですが、この後の仕事はやはりプロの領域になります。設計図に沿ったデザインを作るためには、やはりそこにはプロの診断が必要です。パソコンではこう見える、スマホではこう見える、そしてこの機能はパソコン向き、これはスマホ向きの展開といった具合にプロからの診断、アドバイスを受けていよいよ最終の仕上げになっていきます。マスタープログラムを作る際に最も重要なポイントは、基本プログラムは修正が難しいということに気をつけなければなりません。多様な側面を想定して組み立てられているサイトの構成というのは、後から変更や修正を前提とする場合を除いて、そのほとんどが固定されたものであるということを理解してください。家の構造に当てはめてみると分かりやすいかもしれません。ダイニングやリビングのレイアウトを定期的に変えたり、バスルームやキッチンをリノベーションしたり、建築前にある程度の見込みは立てられますが、その家の土台となる大黒柱に手を加えることはありません。もしそうした状況が起きたとすれば、全面建て替え、あるいは新築した方が早いし、経済的であるというようなことです。ですから繰り返しますが、基本設計は本当に重要ですので、しっかりとしたプランを立ててホームページの構想を練ることが大切です。